皆さんこんにちは。今回の動画のテーマは世間的にも話題になっているとある TOB 案件のデータ分析。だいたい TOB 買収案件と言いますと、おおむね平和に進むことが多いですけれども、たまに TOB 対象の銘柄、うちの会社も欲しいと横やりを入れてきたり、争いが勃発することがありますけれども、今回の TOB 戦争に関してはあまり期待できない理由というのをデータの面からご紹介したいと思います。今回の動画は TOB の戦争、取り合いが勃発した時にデータの面からどのように考察すればいいかというのを汎用できるようにご紹介する内容で9割以上占められています。あえて2つ目のテーマを設けるとしたら、そもそも保険業界はいけすかないと、今回ご紹介する案件で横やりを入れてきたとある保険会社、別に悪いことは何もしていませんが、最近の保険業界はとある損保会社をはじめ相場を賑わすことが多く、この業界における新入りくんの個人的なエピソードも余談程度に最後お話ししたいと思います。よろしければ今回もぜひ最後までお付き合いください。ということで、ほとんどの皆さんが何の案件のことを指しているかもうすでにお気づきかと思いますけれども、今回 TOB 戦争の対象、非買収銘柄となっているのはベネフィットワン。こちらの株価推移半年でご覧いただきますと、11月までずっと右肩下がり、もともと1600円後半をつけていた株価は一番安いところで900円台まで下がってしまっています。そこから11月に入って2段階ドカンドカンと打ち上げていますけれども、まず一番最初に打ち上げたこちら、このタイミングでまず最初の買収立候補 M3 が先にベネフィット1株を1600円で TOB しますと発表しました。そして2段階目の吹き上げのところでは、今度第一生命がベネフィット1株を買収したいと名乗りを上げてきました。ということで今回ご紹介する案件は、ベネフィット1株をめぐる M3 と第一生命の取り合いということになります。ただそれぞれの発表、買収価格いくらで買い取ってくれるかの金額を表示しますと、まず M3 の発表は1600円でしたので、吹き上げてはいますけれども、表示されている1489円ですと、100円近くですね、TOB 価格に到達していない。この段階で相場でも、ある程度不透明な先行きを予見していた織り込みかもしれません。しかし第2段階の第一生命による買収価格、こちらは1800円と発表されていますので、足元の段階1912円をつけている。今度の織り込みというのは TOB 戦争が勃発したので、このままベネフィット1株第一生命に1800円で買収されるという結果に落ち着くとは思われておらず、M3 対第一生命による TOB 価格の釣り上げ戦争が始まるんではないかと、そういった織り込みですね。さて簡単に今回の構図をまとめますと、もうすでにニュースで見てご理解いただいている方も多くいらっしゃるかと思いますが、ベネフィット1株をめぐる取り合い、もう一つキーパーソンとなる企業がいまして、それがパソナグループ。現時点でベネフィット1株を 51% 保有している状況です。残る 49% が流通していますが、M3 に関してはすでにパソナグループと話をつけていて、1600円で買収をしますと発表した段階で、流通している株式だけではなく、パソナが保有している分に関しても M3 に1600円で応募しますと合意に至っている。こちらに関しては有効的に話がついているという状態でした。それが今回ですね、第一生命が横やりを入れてきたと、うちもベネフィット1株欲しいんやと。ただ M3 と同じ価格では当然買えませんので、それより高い1800円で買いますと言い出したわけですね。大体仲良し小良しの日本人気質が多い日本株マーケットでは、こういった TOB 戦争というのはあまり見かけませんけれども、海外株の方がよくある事象ですね。さらに第一生命が言うには、パソナグループの保有しているベネフィット1株をこっちの TOB に応募してくれというのではなく、どちらの TOB 案件にも応募するな言っていて、条件としてパソナが持っているベネフィット1株は流通している株券に対する TOB が終わった後にベネフィット1が後日買い取る。その後はおそらく併合して償却する予定だと思われますが、どちらの案件にも応募するなという条件をパソナに対して提示しているようです。第一生命はパソナからその合意を得られた場合のみ参戦すると言っています。こういった構造で M3 対第一生命のベネフィット1を取り合う TOB 戦争が勃発しているわけですね。ですので M3 第一生命が次の一手どのように取るかというポイントが大事ですけれども、
パソナの反応についても見ていかなければいけないという形です。この過程での株価推移ご覧いただくことで TOB に対するマーケットの思惑というのが把握できますのでご紹介したいと思います。まずですね、ご覧いただいているのは青線ベネフィット1の株価推移と黄色線M3 の株価推移です。点線のところ11月15日ですね。M3 による買収が最初に発表されたタイミングで両社とも株価は上昇しています。当然ベネフィット1の方は TOB 価格に再寄せする形。一方で M3 に関しても若干ですが最初の反応としては交換されて前日よりも株価は上昇しています。ただ M3 の方はその後ですね、約2週間かけて株価は下落方向に 10% 下がっています。これがまずマーケットからの M3 に対する評価。そもそも第一生命が参戦してくることを察知していた。あるいは M3 がベネフィット1を買収してもそこまでシナジー効果が出ないのではないか。あまり意味のない無駄遣いな買収になるんではないかといった思惑がこの M3 のマイナス 10% に現れています。そして今回第一生命が参戦することを発表してまだ1営業日、金曜日しか経っていませんけれども、そもそも相場が大幅に下落した中で保険業界225採用銘柄の5銘柄でご覧いただきますと、相当な円高に触れた1日でかなりどの銘柄もやられていますが、その中でも第一生命だけは他の銘柄よりも下落幅 2,3 倍大きくマイナス 4.5% と、この反応を見るに投資家からは第一生命によるベネフィット1買収もあまりメリットのない無駄遣いな買収になるのではないかと考えられているようですね。M3 の時は直後に若干株価上昇しましたので、どっちもあまり効果的ではない買収だけど、どちらかあえていいえと言われたら M3 の方がまだシナジーが得られるんではないか。ただ消極的な選択肢。そんなイメージでしょうか。ということでここからはベネフィット1に投資価値があるのかというのを具体的にデータを用いながらご覧いただきたいと思います。あまり頻繁に起きる戦争ではありませんが、汎用的に今後 TOB の取り合いが起きた時にどのようにロジック考えていけばいいかというご参考になれば幸いです。まずはベネフィット1、M3、第一生命それぞれの株価データや利益水準をご覧いただきますと、表の中における棒グラフ、左3つはベネフィット1が小さく、右3つはベネフィット1が大きくなっています。実はベネフィット1株は ROE が非常に高水準。一番右側 29.7% と、こちら 8% が日本市場におけるボーダーラインと言われていますので、かなりの高水準です。そして利益率が高いというのが特徴。銘柄自体のサイズに関しては、ベネフィット1株は現時点で3000億円程度。一方で M3 は1兆4000億。第一生命に至っては3兆円と、ベネフィット1株の10倍の時価総額がついています。また純利益に関しても桁が一つずつ上がっていくというようなサイズ感の違いですが、EPS、一株当たりの利益に直した時の棒グラフをご覧いただきますと、ベネフィット1株のグラフがだいぶ上がってくる。とはいえ株価水準はそれぞれベネフィット1が1900円、M3 は2100円で第一生命3100円ですので、一株当たりの利益という意味では、第一生命が株価に占める EPS の割合最も大きくて、一番ベネフィット1は割高と、それを示しているのが右側3列のデータなわけですけれども、ROE に直した時に非常に高水準ではあるんですが、一方でそれは裏を返せば、ベネフィット1株は1912円という株価の状態の時に PBR が14倍、PER は48倍と、買収する側の2社と比べてかなり割高になっています。またベネフィット1というのは福利厚生、何かものづくりをしているというような銘柄でもありませんので、保有しているのはほぼほぼ無形資産ということになります。つまり、ベネフィット1を買収することによって、いかにシナジー効果が得られるかというのが非常に大事になってくるわけですけれども、一方でベネフィット1、後ほどグラフご覧いただきますが、EPS、利益の成長見込みというのがあまり芳しくない。そして、先ほどから申し上げているように、M3 や第一生命による買収で、買った側の企業にそんなにシナジー効果が出てこないというふうに見られています。当チャンネルで独自に分析している、たびたびご紹介している5段階評価、それぞれの銘柄をクオリティやバリュー、グロースなどの特性ごとに5段階評価つけている分析でご覧いただいても、ベネフィット1はクオリティは高い、自己資本比率や ROE というデータのところでは相対的に高いという評価ですが、バリュー、割安度に至ってはいい評価、
偏差としてはマイナス 3.85 と、これはプラスマイナス2を超えてくると、かなり極端に触れているというデータですので、マイナス 3.85 というのは業界の中でかなり割高だという評価です。またグロース成長性に関しても D 評価と、利益率安定はしているけれども、高成長している銘柄ではないという評価です。ですので、1912円で買収してもかなり割高。果たして TOB 戦争がここからさらに高い値段で勃発するのかというのをデータ的に考察したいと思います。まずご覧いただいているのは、ベネフィット1の EPS、1株当たりの利益の年度推移ですけれども、ちょうど真ん中2023年現時点で45円となっていますが、2022年より大幅に落ち込んでいる。それよりも前はある程度高い成長率になっていますね。2024年3月期以降というのは現時点での予想平均値となっていますが、これより前のところ、実際に実現しているところで取ると、平均の成長率はほぼプラマイゼロ。予想平均値のところまでデータを採用して成長率取ると大体 10% となります。10% の利益成長となるとかなり高成長に入ってきますので、かなり過大評価かとは思いますが、この2パターンでベネフィット1を買収した時にどれくらいの期間でその投資金額を回収できるかというのをグラフでご覧いただきたいと思います。こちらのグラフが今回一番ご覧いただきたいものですけれども、まずどういうグラフかと言いますと、まず横軸が右に行くにつれて買収価格、ベネフィット1の株価というのが TOB 戦争によって吊り上がっていった場合ですね。そして縦軸、こちらは10刻みになっていますけれども、何年経ったら投資した金額を回収できるか、そういったグラフです。当然、ベネフィット1の株価が高くなるにつれて、買収企業はたくさんお金を出さなければいけないので、その分回収するのに年数がどんどんかかっていくというグラフですね。そして先ほどご覧いただいたベネフィット1の株価データ、あるいは利益率、これを元に計算しているわけですが、2パターン用意していまして、まず1つ目、青のラインになっているのは現状維持ですね。つまり、ベネフィット1の利益率というのが、ここ数年間の平均、プラマイゼロ。つまり、2023年の利益率というのが、今後も特に大きく上がったり下がったりせずに、現時点でのベネフィット1の利益を上げていく形、これをずっと維持した場合です。そして2番目、オレンジのラインというのは、先ほど高めに見積もってと申し上げましたが、平均で年間 10% の利益成長を今後数年間続けた後に、中長期的にはその利益成長を成し得た後のベネフィット1、利益率の形を永続的に取ると、そういったパターンになっています。根底にある考え方としては、永続企業の現在価値を求める際に、何年間かは決めの問題ですけれども、ある程度利益成長を行った後に永続的にその成長を行った後の形を維持するという考え方で企業価値というのは求めます。それに沿った形で今回は平均 10% かなり上限のレンジで設定して7年の成長を見込んでいます。そうするとまず真ん中1600円。M3 が最初に提示した買収価格ですけれども、ここでベネフィット1株を買収すると、どれくらい投資価値を回収するのに年数がかかるか。現状維持のパターンでも 33.1 年、平均 10% の利益成長を織り込んでも 20.3 年と、やはり割高な銘柄だけあって、これぐらいの年数、投資回収するにはかかるという形ですね。そして今度一つ横のマス、1800円、第一生命が提示した買収価格ですけれども、この価格でベネフィット1を買収すると、現状の利益率続けるのであれば 37.3 年、年 10% 利益成長しても 22.7 年と、だんだんと上がってきました。仮にですね、M3 が買収戦争に参戦してきて、第一生命が1800って言うんだったら、うちは2000出すよと、そんな釣り上げの状況になるとしたら、例えば2000円となった時は、それぞれ41年と25年と、このあたりになってきたら40年超えることも想定しなければいけない。かなり割高な投資になってくる。例えばですけれども、2400円買収価格釣り上がった場合は、それぞれ30年から50年と、当初 M3 が1600円と言っていた現状維持のパターンの30年が2400円まで釣り上がると、年間 10% ずつベネフィット1が成長しても30年と、ほぼ投資回収にかかる期間が同じになってくるということで、かなり現実的ではない水準になってきます。ですので、次の一手 M3 がどうするか考える場合に2000円まで釣り上げてきても25年から40年なので、当初の想定よりも投資回収期間にかなり大きな
乖離が出てくる。2400円まで行ってしまうと、もうほぼ現実的ではなくなってくるほど、買収価格は割高すぎると。なぜなら30年、50年とビジネスを続けていくにあたって、不透明要素が大きすぎるわけですね。今後7年間、年間で 10% 利益成長して、その後20年以上、その形を維持したとしても、やっと30年投資回収できる。そのような過程の計算を30年も実現できるかというのは不透明すぎますし、現状維持50年に至っては、逆に過去考えていただいて、10年前、20年前と、あの頃には非常に大企業で世間に幅を利かせていたような銘柄、今となってはなくなっている。企業においても栄枯盛世あるわけですけれども、50年も現状維持ができるのかと。ということで何が言いたいかと言いますと、現状ベネフィット1株1912円と、このラインを期待されているわけですので、ここからだんだんと株価釣り上がっていくにつれて、だいぶ投資回収するには厳しくなってくる。マーケットでは今ついている株価1900円ですけれども、TOB 戦争がどんどんと加熱していって買収価格が釣り上がる期待というのは、あまり過度にしない方がいいんではないかなと個人的に思います。例えば M3 がそれでもベネフィット1株が欲しいと2000円あるいはそれ以上の買収価格を今後提示する可能性もありますが、そもそもベネフィット1を買収した理由としては、ホワイトジャックプロジェクト、これまで医療従事者相手に発症後病人対象とするようなポータルサイトなどを運営していましたが、今後事業展開を拡大する上で未病という観点から一般の人にまで広げていく、そういったプロジェクトを取り組んでいて、その一つにベネフィット1を加えたいと考えているようです。当然、買収する張本人ですので、シナジーがあるというふうにアピールはしていますが、第一生命よりはシナジー出てきそうですけれども、本当に効果的な買収になるのかというのは、マーケットでも懐疑的。ということなので、まとめとして M3 が今後もし買収継続、つまり TOB 戦争に参戦して買収価格釣り上げるのであれば、M3 の株価にとってはどんどん投資金額が膨らんでいくということなので、株価マイナスのインパクトになりそうです。一時1株1万円をつけていましたが、今や2000円と右肩下がりになっていますので、この点も M3 にとってはTOB 参戦に踏み切りづらい一因になるかと思います。一方で買収を断念した場合、つまり第一生命さんどうぞと譲った場合は、11月15日の発表から M3 の株価は 10% ほど下がっていますが、買収のシナジーが本当に現れるのか疑念を持たれてのマイナス分が多少取り戻されてくるんではないか。そんな希望的観測ですね。一方でベネフィット1株について、こちらに関しては当然買収継続すれば TOB 戦争の勃発ですので、さらに株価が上昇していく。現時点で TOB1800 円に対して1900円を超える株価ということなので、マーケットでは TOB 戦争勃発を期待している状況です。一方で M3 が買収断念してきた場合は1800円へ再寄せしますので、現状の株価からは下がっていく。さらに可能性としてはかなり低いですが、パソナが第一生命に対する TOB に合意しない場合、先ほど第一生命はパソナがどちらの TOB にも応募せずに買収完了した後に併合する、そういった条件に合意してもらえた場合のみ参戦すると申し上げましたが、パソナ側がそれに合意しないという場合は M3 の1600円の TOB のみがいきますので、1600円までもっと下がるということになり得ます。ただ非常に可能性低いと申し上げたのは、第一生命の発表がいくら後出しじゃんけんとはいえ TOB 価格としては1800円とM3 の1600円より高い値段を提示しています。パソナからしたら先に M3 と合意していますので、そちらを保護にして第一生命と合意するというのは、日本人の考え的には M3 との約束を守ってやれよと思うかもしれませんが、当然パソナにも従業員、株主がいますので、なんで高い値段を提示してくれているのに安い方に売るんだと、企業ガバナンスどうなってるんだとパソナ側が今度言われかねないことになります。ですので、一番下の可能性はあまりないかなというところで、今回は今後の期待値があまり感じられない、飛び乗りづらいような案件かと思われますが、今後の展開注目していきたいと思います。最後に新入りくんの保険業界に対する認識、余談ですけれども、実は新入りくん就職する前は大学でも投資関連のゼミに所属していて、その時の教授がですね、自身も保険業界にかつていたにもかかわらず、就職活動で保険業界に行くのはやめておけよと、
忠告されていました。その理由がですね、一言で言うと、やり方がえげつないと。今年世間を賑わした損保ホールディングスもそうですが、稼ぐためには手段を厭わない。そして、特に損保会社ですけれども、そのようないけすかないえげつないやり方をする理由としては、保険業界の顧客、相手にしなければいけない人たちというのが、本当に困っている人を救うという意味では、おおむね一般の方が多いんでしょうけれども、例えばですね、ヤクザみたいな人が車に傷をつけて保険金を払えと脅してくる。そういった案件も非常に多くあるようです。そういった相手に毅然として、いや、これは保険金の対象にはなりません。そんな風に取り合っていかなければならない。そういったビジネスをする業界ですので、結局は自身が非常にえげつない対応もできるようにならなければいけない。そういった業界に合わない、ついていけないような人たちは就職しても病んで辞めていってしまうと。そんな話を聞いて、新理くんは恐れおののいて就職活動では一切保険業界に応募を出しませんでした。ということで、しょうもない余談まで含めて最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。